ポーランド着きました。現在12時52分なので約6時間の道のりですね。なかなか長かったけど着きました。とりあえずはメトロに乗ってホステルに荷物を置きに行きます。ワルシャワの通貨よく分からなかったんですけど136円でした。よく分からなかったので一番安いのにしましたね。20分券になりましたねこれで。さあもう10分もかからないぐらいで最寄りまで着きましたね。なんか今までのところとは違って都会やね。めっちゃ都市ですな。ポーランドの国旗を紹介したいわけじゃなくてこっちね、ホステル着いたよっていうオリーブカーってところかな。さあとりあえず荷物とか置いてきました。あともう暑かったのでタンクトップにしました。このホステル微妙かもしんない。まだ部屋入ってないけど全員ね清潔感ないっていうか、なんか怪しい人多い。どこも高くてホステルが、ここが結構安くて2泊で1万5000円だったの。しかもね部屋絶対いびきかくやついるわ。寝れないパターン。しょうがない、配達ロボみたいなのがいるからちょっと発展してはいるんだよやっぱり。セルビアで出会ったポーランド人の子、このワルシャワに住んでるんだけど今ねスペインにね留学してんのよ。セルビアで会って今スペインに留学してるってどんだけ早い展開でいろいろ回ってるんだって話なんですけど、だから残念ながらね会えないんだよねここで。このワルシャワはね今日と明日観光しようかな。観光ではないんですけど勉強のため行きたかったのはアウシュビッツですね。強制収容所。このね旅行を通してもね行きたかったところの一つなのでぜひね無事に行ければいいんですけど。ちなみに私今クラシンスキフ庭園というところにいます。穏やかで落ち着いた庭園ですね。宮殿があるのでちょっとちらっと見ましょう。こちらがクラシンスキ宮殿ですね。でこの前にさっきの庭園ですね。こちらバーッと広がっているという感じです。このねポーランド編ワルシャワでねそんなにね長くなるとは思えないんだよ尺が。だからできればねワルシャワとクラクフ編でね、2都市分けたいんですけどどうなるかな。さあ先ほどの宮殿からまっすぐ歩いてきたところ、ここから旧市街が始まりますね。いやー旧市街は美しいですね。新市街とのギャップがすごいね。近代っぽいビルがねいっぱい建ってるところもあるんですけど、やっぱ旧市街はね綺麗だね。ヨーロッパだね。中世って感じ。この道ザグレブにあったところとすごい似てるわ。瓜二つ。まずはこちらからですね。一つ目、こちらバルバカンと言います。旧市街と新市街の間に位置する歴史的な要塞の一部ですね。やっぱりね要塞だからこうやって横にもバーって広がってるね。反対側から見るとこういう感じで半円みたいな感じになってるね。旧市街の景色めちゃめちゃ綺麗で歩きたいんですけど、先にここの近くにある記念碑を見てから行きます。今ちょうどそのポーランド人の友達から連絡が来ましたね。今日ナショナルデイだよみたいなことを言われたので、こういう歴史的な日というかイベントがある日にね来れたから参加するっていうか見ないとね。こちらのモニュメントですね。ワルシャワ放棄記念碑と言います。1940年8月1日に始まったワルシャワのこの放棄、ドイツ占領軍に対する反乱として行われた出来事なんですが、その日を記念して建てられたものです。そして毎年8月1日には市内全体で午後の5時にサイレンが鳴り、1分間の黙祷を捧げるようです。さあということで戻ってきました。今度はねちゃんとこの中ずっと歩いていきますよ。ここがメイン広場ですね。旧市街広場と言います。第二次世界大戦後に完全に修復され今の形になっています。いや雰囲気あって綺麗だよね。もうどこも。この広場の端にあるこの建物はワルシャワの歴史博物館ですね。この人が描いてる絵めっちゃ可愛いんだけど見て、猫がボクシングやってるよ。猫が犬の散歩してる。うわめっちゃ可愛いねこれ。家の近くにあったら買ってるわ。いいねこのビール飲む猫。めっちゃいいじゃん。これ食べてみようかな。このロールのワッフルみたいなやつ。これ2つ買いました。こちら210円ぐらい。中にホイップクリーム入ってるワッフルみたいな感じ。コーンやね。コーンおやつって感じ。うまいなこれ。どこのレストランも超美味しそう。いいね。ここも超広いけどこっちがメインじゃない？これワルシャワ王宮だからさ、やっぱりこっちがさイベントやりそうじゃない？王宮の前。この広場はねザムコビ広場って言います。これ広いよね。あっちで人いっぱい集まってるわ。こんな暑い中あんなでかい着ぐるみ着て踊ったらもう死んじゃうって。おーこれ大丈夫か？他の国の旧市街と比べて私は好きですね。
いや、どこの道をね入っても綺麗だね。俺が思い描くヨーロッパの街並みっていう感じ。こういうとこもいいよね、細い路地。いやー、いいね本当に。ほらもうハウルがさ上から飛んできそうじゃん。あのシーンみたいだよね。なんかさあ5時まであと1時間ちょっとあるので、ご飯食べながら時間潰します。レビューも良さそうだったからね。あ、美味しそうだよね。あ、難しい片手だと。いいね、こんな素敵なヨーロッパのテラス席で。優雅ですね、最高だ。こちら来ました。あとレバーですね。これはレバー大好きなんですよね。ではいただきます。じゃあいただきます。お、柔らかい。柔らかい。何これ、フォアグラみたいに柔らかいよこれ。うまっ。揚げたのかな、レバー揚げたのかな。なんていうの、カツが卵で閉じてるやつ、なんていうんだ、卵のカツとじ、わかんない、なんて忘れちゃった。あれの味がするよ。下にねリンゴかな。甘っ。よくぞここまで。やっぱりね焼いたら甘くなるからね、合うわ。めっちゃ美味しい。おい、最高やなこれ。さあ食べた、美味しかった。ということでね、現在時刻4時50分。あと10分だね。何が起きるんだろうか。広場にはすごい人の量。あと3分ですね、5時まで。さあみんな歩き始めましたね。終わったんでしょうか。さあこちらは聖アンナ教会、そしてその横にある塔が先ほど人が登っていったところになります。こちらはワルシャワの大統領宮殿だそうです。この通りもね本当に穏やかでいい通りで、もう名前長くてちょっと覚えられない。クラコフスキエ・プシェドミエシチェ通りですね。難しいよ言うのが。ポーランドって割と有名だから観光地だと思うんだけど、でも一人もね日本人はいない。それどころかねアジア人すら見ないね。今日見てないよ。こちらとてもでかいね、聖十字架教会。あそこ正面人いっぱいいるけど何なんだろうか。銃が置いてあるけど何これ。彼はニコラウス・コペルニクスです。地動説を唱えた方ですね。太陽が中心で回っていると唱えた人ですね。そんなね昔からねそんなことが分かるなんてほんとすごいですけどね。この地面には宇宙を表してるやつだね。真ん中があれは太陽だね。でこちらマーキュリー、水星で、こちら我らが地球アース。このようにねこうぐるーっとどうなってるかね地面に描かれているわけですよ。今日は6時間かけてさリトアニアから来てね、それでとりあえず半日ぐらい観光してるわけですよ。今日はもうホステル戻ろう。明日もあるから今日は休憩。さあ今とりあえずチェックインしました。こんな感じ。これでね200で1万5000円だから高いよ。今服をあんな感じで干したわ。この部屋ねでもね窓全開にできるから結構風入ってきて気持ちいいわ。それはいいとこだね。はい、今からリンゴを潰します。はい。嘘でしょ？嘘でしょ？ちょっと微妙になっちゃった。まあこんな感じで。今宿でねずっと話してました。すごいよ、もう何十カ国も行ってて、ちっちゃい時から家族と旅行なんてもう絶対いいよね。これからリトアニアのビリニュツに行くそうです。私は今日朝ビリニュツから来まして、すれ違いですね。バスを待っている間にあやとり、もう何年ぶりにやったことか。サンゼルスと日本で会おう。ロスと日本でな。またロスでな。バイバイ。今もう0時
5分。いやーね、1日ぐらい一緒に観光できたらよかったんですけどね。いいね。やっぱあんなに子供の頃からね、親といろんなところ回ってさ、もう俺よりが全然行ってるね。ちっちゃい子たち。すごいな。本当に。いい経験してるよ。今からね、とりあえずホステル戻ります。結構歩いてきたんでね。あちら、ポーランドの科学アカデミーとかいう建物なんですけど、めっちゃ綺麗だね。ライトアップされてて。さてと、ホステルに着く前に水だけ買っておきました。じゃあまた明日も観光していこう。さて、今日も観光していきますよ。さあ観光するにしてもまずはね、ご飯を食べてからということで、旧市街にまたやってきました。さあ来ました。こちらのレストラン、レビューがすごい高かったので行きますよ。昨日のこの城壁の前にあるところですね。来ましたよ。メニュー超巨大、そして写真がないとね、やっぱり解読は難しいですよね。この外のテラス席でなかなかね、雰囲気もいいですね。今結構時間経ってサラダ来たんですけど、これもう1個メイン頼んだやつ食べれるかなってぐらい相当来ると思うんだよね。やばい。さあこちら昨日もね言いました王宮の前の広場ですね。ここから向こうにこのようなスタジアムが見れるんですが、これは国立競技場で、昨日と今日とテイラー・スウィフトのコンサートやってるみたいなんですけど、行くならね歌を全てね覚えてから行きたかったので、時間がなくてねちょっとやめようかなって思います。さあやってきました。こちらの大きな建物、ポーランドのユダヤ人の、歴史博物館です。入っていきます。今日ご飯のやつとか、ご飯食べてる時とかの動画音入ってなかったんかい。気づかなかったわ。もう本当にご飯の時もさカメラ回してさ、食べて撮ってさ、音入ってないんかい。この音声ガイドで聞きながらねこう見てきて、今 60% が終わったみたい。これから第一次第二次世界大戦の中にこう入っていくわけだ。1939年から1945年ホロコースト、ついにここまで来ましたね。このような資料を見ながら説明を聞けるという感じです。戦争のやつとかいろいろ見てて思い出したけど、ご飯食べてる時ね、その戦争の話とかも結構したのよ。撮れてなかったんかい。もう残念。ほんとさあ今ね出てきました。見てきましたよ。ボリュームはかなりありますね。1000年以上のユダヤ人の歴史が学べるので、音声ガイドを聞きながら行ったんですけど、音声で説明される展示品をこうパッと見てテンポよく行ったんですけど、2時間はかかりましたね。あれ展示品全て見たらもう多分相当かかる。半日ぐらいはかかっちゃうんじゃないかってぐらい多いですね。結構長い。ホロコーストとかもね何度見てもね残酷だよね。ということでたくさんお勉強ができたので、結構疲れたのでホステル一回戻ろうかな。おはようございます。今日はねこのポーランドの第2の都市クラクフというところに行きます。電車で行けるみたいなので駅に向かいます。さあということでワルシャワの中央駅までやってきました。中に入ってきましたよ。ここでチケット買えるのかな。いやーしまった。チケット買えたけどね、なんかもういっぱいいっぱいみたいで3時のやつになっちゃった。あと5時間ぐらいあるんだけど、いや最悪。いやわざわざ朝早く起きてさ準備したのに。ワルシャワとかクラクフとかそういう人気路線は絶対オンラインで予約しといた方がいいわ。人いっぱいだね。やっぱ人気路線なのかな。掲示板に70分ディレイって70分遅延って書いてあるんですけど、あれ本当ですか？それ誠？それ本当に70分どうやったら遅延するわけ？でしかもね問題はこれだけじゃないんだよ。大問題がね1個あるんだよ。もう何なんだよ今日は。本当に何もしてねえな。駅に来てから。いや問題はいろいろあるんですが、一番の問題がですね、アウシュビッツのチケットをね明日行こうかなと思って見てたんですけど、買えなかったのよ。ガイド付きとかガイド付きじゃないとかじゃなくて、もうチケットがもう買えない、入れないっていう感じで、ツアー会社に申し込んで行くことになりました。もうめっちゃ高い。1万円ぐらいするんだけど、クラクフの街からねバスで行って帰ってきてくれるんで、楽っちゃ楽なんですけど高いね。しょうがない。ここでアウシュビッツ行かなかったらもうもったいなすぎるから、もう目をつぶろう。なかったことにしよう。忘れよう。そこは忘れよう。クラクフ行きの電車1個次のやつはもう出発したのにここに止まってね、俺らは乗れないっていうね。
駅のホームで70分遅れだから、まあね、ツアー予約しちゃったからね、どうしても今日行かないと、クラクフに。みんな座って待ってるわ。どんだけだよ、70分遅れって。スクリーン確認したら90分遅延になってたんだけど、どういうこと？マジで見てこれ、ここ100分のディレイで、これもうディズニーかよ、ここは。俺今日1日ここにいるんだけど、もう5時になっちゃったよ。5時20分、朝10時にさホステル出て、ずっとここにいるんだけど、何をやってんのマジで。さあ5分増えました。105分遅れ、110分ディレイ。これか。席の場所全く分かんなかったから、その辺の人に聞いたら、たまたまこの車両だよって言われた。合ってんのかな。17時45分ぐらいに出発しましたかね。2時間遅れで。さて着きましたよ。現在8時9分。さあどうも皆さん、こんにちは。ロサンゼルスにあるグリフィス天文台というところに来てるんですけども、ハリウッドサインまでねハイキングしようと思ってるんですけど、ポーランドでね出会った日本人の方々、彼らが今ロサンゼルスに来てるので、みんなでハイキングしようって話になって、ちょっと今日やっていこうかなっていうことでロサンゼルスにいるんですけども、ヨーロッパつながりということで、動画にできればなって思います。こちらの天文台からはね、このようにもうロサンゼルスの街が一望ですね。全部見渡せます。はい。向こうに見えてるこのビルがあるところがダウンタウンですね、ロサンゼルスの。ここね、夜ね、夜景すごい綺麗なんだよね。久しぶりに来た。みんなでさ、お腹に持ってたら俺。さあご覧くださいませ、この景色。日本でだろ、なんで日本に住まないんや。帰るよ、もう少ししたら。ここバーっと行ったら向こうにサインがありますね、ハリウッドの。彼らはマジで強い子になるな。やっぱりね、ちっちゃい頃は自然を経験しないとな。外に出て遊ばないと。さて着きました。一番上、ハリウッドサインの後ろ。今日お前たちエンバペあれ。よし、いいぞ。それはロナウドじゃないか。はいと、一日ハイキングしてね、今ハリウッドのところちょっとブラッとして、別れましたと。いや、子供のもうパワーすごい。元気だね、元気。体力分けてほしいわ。充実した一日だったよ。やっぱアメリカいいね。アメリカ最高や。ということで、バイバイ。